羽田からは1時間半で着いたわね。ところで札幌は初めてなのかしら？札幌は初めてなのだ。でも函館には2回行ったことがあって、北海道は3回目の訪問なのだ。今は10時ちょうどだけど、どこに行くの？まずは JR 線で新札幌駅まで出て、地下鉄東西線で丸山公園に向かうのだ。ということで丸山公園駅に着いたのだ。空港から中心部まで電車で1時間ちょうどなのね。初めての札幌観光の場所は北海道神宮なのだ。今晩は天皇杯もあるし、いい参拝になるわね。今ある神宮は1871年に完成したのだ。1871年というと和暦では明治3年になるわね。意外と新しい印象を受けるのだ。でも1974年に全焼する事件があって、その4年後に建て直しているの。開拓時代から戦争と全焼と激動の歴史を歩んでいるのだ。続いては神宮の鳥居のそばにある六花亭に行くのだ。半願様といって北海道神宮でしか食べられない和菓子があるの。その場で焼き上げられてセルフサービスのお茶もあるのだ。中はもっちりしていてあんこが入っているのだ。最近は暴力的なお菓子がトレンドだけど、余計なものは入れてない親しみやすい和菓子だったわね。ちなみに半願様の名前の由来は初代史跡開拓方眼である島義武から来ているのよ。彼は今の佐賀県から来ていて九州とのゆかりがあるのだ。続いては丸山公園から大通りに出ていくのだ。有名な札幌テレビ塔もあるのね。今回は札幌時計台に行くのだ。ここは有名な観光スポットになるわね。中は博物館になっているのだ。札幌農学校として開校して、札幌農学校初代教頭クラークが演舞場の必要性を提言したのよ。アンビシャスのおっちゃんなのだ。有名な卒業生として二戸部稲造や内村勘三が挙げられるわよ。ちなみに2階はクラークさんの像があって記念撮影できるのだ。北海道の黎明期を支えた場所だから歴史的に意義のある場所ね。続いては時計台を南下して10分歩くと二条市場に到着するのだ。先にお断りするけど、二条市場で海鮮丼を食べようとしたけど、インバウンド価格だったから敬遠したわよ。英語や中国語、写真でアピールするところは外国人観光客でもわかるから敬遠するのが基地なのだ。今回は市場の向かい側にある日本語メニューを前面に出しているお店に行ったわよ。お任せの海鮮丼が2200円でここなら安心するのだ。ご飯の量もあったし海鮮も美味しくいただけたわよ。お昼ご飯を食べ終えたら東方線で福住駅に向かうのだ。福住駅のバスターミナルから羊ヶ丘展望台へ行くバスがあるから乗り込むわよ。バスターミナルから展望台までは15分くらいで着いたのだ。バス停から降りるとクラーク像がお出迎えしてるの。クラーク像の後ろには試合をする札幌ドームが見えるのだ。ここからでも札幌ドームの大きさがわかるわね。近くには羊さんも放牧されているのだ。でも正直に言ってここではクラーク像しか見物がなかったのだ。ここでは冷房の効いた場所で1時間くらい時間を潰していたわね。羊ヶ丘展望台から出ているバスに乗って福住駅の一つ手前のバス停で降りて徒歩移動したわよ。初めて行く場所なのに手慣れたことをするのだ。開門までは時間があるから外周を一周しましょう。札幌ドームは面白い構造でサッカーピッチごと移動させて天然芝の養生をすることができるのだ。現物を見ると楕円型の中にピッチが収まるスペースがあるのは圧巻ね。続いては札幌ドームに入場するのだ。ドームだから日差しがないだけではなくて、空調も効いてるから蒸し暑さから解放されていいわね。2001年に営業開始していて、この頃からあったとは思えないほどのドームなのだ。本当はスタグルにも行きたかったんだけど、密集していて今回は断念したわよ。今回はドーム近くのコンビニで事前に調達してきたのだ。チョコミントしかなくて草。19時キックオフで会場は17時30分だったから、
ゆっくりできなかったのもあるのだ。もうすぐキックオフなのだ。今回は札幌まで来たからには勝つしかないわね。大分から札幌まで2000キロも離れてて、選手たちは飛行機トラブルで夜中に札幌入りしているのだ。そういった環境下で、しかもメンバーはリーグ戦でベンチにいる選手がスタメンで出ているの。そういった意味では総力戦なのだ。それでは試合を観戦しましょう。もうダメだ、おしまいだ。諦めんなよ、諦めんなお前。どうしてそこでやめるんだ。そこでもう少し頑張ってみろよ。ダメ、諦めたら周りのこと思えよ。応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ。絶対行ってみろ。必ず目標達成できる。だからこそネバーギブアップ。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。勝ってしまったのだ。2点を背負って後半ロスタイムに同点に追いついてから PK 戦で勝つのはなかなか見られないわよ。すごい試合を見せてくれたのだ。大分側には40人くらいしかいなかったから貴重な瞬間を見れたわね。大分は試合の入りからふわふわしていたけど、2失点目にチーム全員が集まって修正したのは良かったのだ。そこから薩川選手が高い位置を取ってゴールを決めたりサイド攻撃が効いていたわね。そして後半ロスタイムに宇津本選手がコーナーキックから直接決めてきたのだ。見ていた角度だとキーパーのムン選手が決めたかと思っちゃったわ。 PK 戦もムン選手が駆け引きをしていて札幌のシュートミスを誘ったのだ。過酷な環境下で移動して土曜日にはアウェー徳島で19時キックオフなのよね。今週は身体のケアが重要になるのだ。札幌ドームを後にするんだけど、まずはドーム近くのガストで祝杯をあげるのだ。勝てて本当に良かったわね。ほな、いただきます。 PK 戦にもなったけどホテルは大丈夫なの？安心するのだ。札幌ドームから歩いて15分の場所にある快活クラブで1泊するのだ。確かに札幌中心部まで地下鉄移動するよりかはいいかもね。それに快活クラブの近くに新千歳空港駅のバス停があるのだ。よく考えているわね。それではお休みなのだ。ここで私ができることは終わりました。東京に戻ります。それでは帰るのだ。個室席であまり外の音も気にならなかったわね。ホテルじゃないから防音対策で耳栓が推奨なのだ。今回はゆっくり起きて13時の飛行機で帰るのね。それで次回の観戦はいつになるのかしら？次回は大分に行って8月2日の FC 今治との試合を観戦するのだ。久々の大分へ訪問ね。個人的には津久見市と国東市を観光したいと考えているのだ。まだ時間はあるからじっくり調べましょうね。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうなのだ。ありがとうございました。